こんにちは、写真家の井上博樹です。今回の写真表現ゼミでは、ソニーのフラッグシップ機としてほぼ4年ぶりに登場した α1 の後継機 α1-2 について、私の経験や見解を交えながら解説したいと思います。私自身 α1 を4年近く使い続けてきました。風景、野生動物、飛行機撮影など様々なジャンルでこのカメラを駆使してきた立場から、新モデルの進化のポイントをじっくりとお話ししていきたいと思います。最新のフラッグシップ機の導入を検討されている方々、今はフラッグシップ機を使っていないものの、自身のカメラの使い方との関係でシリーズ最高峰の性能はどれだけのものなのかと興味をお持ちの方々は、ぜひこの動画で今日のフラッグシップ機を一緒に見ていきましょう。ちなみにこのカメラは2024年12月13日に発売予定で、予約受付は11月26日から始まっています。α1 から α1-2 への進化で最も目を見張るのは、待ちに待った AI プロセッシングユニットの搭載です。全モデルとは別次元と言えそうなほどに、被写体を確かさと精度で、そして高速に捉えてくれるようになりました。高精度にピントがあった被写体は、有効約5010万画素の解像度を持った積層型 CMOS センサー、XMOA RS に取り込まれて、これらの大量なデータの高速処理が画像エンジン BeyondXR で行われることで、驚異的な描写力を伴った決定的瞬間の写真表現を支えてくれます。こちらは冬の朝霧に包まれた小学校。α1-2 で風景を撮ると、木の幹だけでなく枝、時に葉の一枚一枚まで改造した一枚を得ることができます。高解像のデータは被写体の質感を一層高めてくれます。風景を撮るときにはこういう感じの写りが欲しいものです。野生動物を撮っても高解像で写し残すことができたら嬉しいものです。速いシャッター速度のために高感度で撮らざるを得ないことが多くなるのが野生動物撮影の宿命です。この α1-2 での撮影は高い解像感を維持したまま、ノイズを少なめに、そして広いダイナミックレンジが実現されているので、野生動物撮影においてもとても心強いカメラです。これは α9 や α1 の時から受け継がれている素敵なところと言えるでしょう。この α1-2 の連写速度は最大で30コマ毎秒。それだけでも素敵な連写性能と言えますが、ここに待望の機能が追加されました。ここからはシャッターを切る前の瞬間を遡ることができるプリ撮影について見てみましょう。1年ほど前にリリースされた α9-3 に搭載された機能で、シャッターボタンを半押ししながら被写体を捉えた後に全押しすると、最大1秒前までの連写画像を JPEG だけでなく RAW で記録することができるというものです。鳥が飛び立つ時の素敵な姿の瞬間を写し残す時に活躍する機能ということは皆様もご存知だと思いますが、俊敏なキネズミことエゾリスが飛ぶように走るこの瞬間を写し残そうとする時にも、プリ撮影機能を使うことでその成功率がぐっと上がります。このプリ撮影機能はシャッターボタンを半押ししながら待っていて、来たとなってからすかさず全押しをすることで、そこから最大で1秒前までの連写画像を記録することができます。シャッターボタンを半押ししている間の画像が仮に記憶されていて、シャッターボタンを全押しすると、そこから少し前の画像がメモリーカードに書き込まれる、そんな仕組みです。旧モデル α1 を使って撮影していた時は、エゾリスが走っていることに気づいて、そのエゾリスをファインダーの中に捉えて、オートフォーカスを動作させるためにシャッターボタンを半押しにして、
オートフォーカスがエゾリスに食いついたと同時にシャッターボタンを全押しして連写という過程を経て、初めの1枚目以降を得ていました。オートフォーカスがエゾリスに食いついたことを認識してからシャッターを押すまでの間に、わずかではありますが空白があったんですね。今回ご紹介している新モデルである α1-2 に搭載されたプリ撮影の機能を使うと、この空白が埋まります。この空白の中に今までは撮れなかった美しい姿で飛ぶエゾリスを得ることができる可能性が出てくるのです。自身で撮っているのか、カメラに撮ってもらっているのかという問題は残るにせよ、高画質なまま素敵な瞬間を遡って記録できるということは、私たちの反射神経や集中力だけではカバーしきれない領域を補ってくれるということになります。プリ撮影機能は心強い機能だと言えるでしょう。ここからは素晴らしいオートフォーカス性能についても見ていきましょう。α7R5 に搭載されてからリリースされることになったソニーの α シリーズの多くの機種に搭載されるのが AI プロセッシングユニットによるリアルタイム認識 AF です。これが今回ご紹介している α1-2 にも搭載されて、人物の瞳を認識する能力が全モデルの α1 に比べておよそ 30% 向上しています。動物の認識性能については、全モデルの α1 に比べて約 30% 向上しているとのことです。さらに一部の草食動物、小動物の瞳を認識しやすくなっているとのことですが、そうですね。北海道であればエゾシカやエゾリスなどへの認識能力が向上しているというわけですから嬉しくなります。ちなみに鳥への認識能力が約 50% 向上と謳われています。確かに全モデルの α1 に比べてエゾフクロウの瞳の認識力が α7R5 や α6700 と同じように向上していて、撮影が楽しくなりました。今回 α1-2 の被写体認識 AF には新しいモードが搭載されています。それはカメラが認識対象を自動的に選択するオートモード。このオートモードは単に自動的に被写体を選択認識してくれるだけでなく、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機についてオートモードにどの種類の被写体を認識対象とするかを選ばせることができます。例えば動物だけを認識させたいときは動物だけにチェックを入れて、他の対象はチェックを外します。そうするとこのように動物だけを認識して追いかけてくれるようになります。もしここで飛行機だけを選ぶとどうなるのでしょうか。この通り飛行機だけを被写体として認識してくれます。じゃあ列車もやってみましょう。ほら、ちゃんと列車を認識してくれます。ちょっとしたわがままができるようになっています。これは面白いですよね。この時代ならではのことだと思います。ちなみに動物と鳥については、その両方を認識して追従させるときに、認識の優先設定としてどちらを優先させるかを決めておくことができます。今回 α1 をお借りしてから、その優先度が撮影結果との関係で重要になるシーンにはあえていないのですが、きっとこのようなシーンで活躍するのかもしれません。これは α1 で撮っているものです。大足が落とした食べ物を狙って近づいてきたキツネ。とっさに絞ってどちらにもピントが合うように撮っているものの、もし彼らが大きく動き出してきた時のために備えて、キツネ、そう、動物を優先させてピントを合わせて撮りたいと今では思ってしまいます。こちらも全モデルの α1 で撮影していたものですが、タンチョウが恋のダンスをキタキツネに教えているように見えるこのシーン。とっさに絞ってどちらにもピントが合うように設定して撮っていますが、今だったらこの α1-2 を使ってるんだったら、キツネ、動物を優先させてオートフォーカスを動作させて撮りたいなと思ってしまいます。オートフォーカスの進化について特に井上が嬉しいのは、動画撮影時でも動物や鳥へのリアルタイム認識 AF が動作するようになったということです。このように社会振動を浅めにしたまま映像として記録するのが難しかったエゾリスの瞳にバッチリとピントが合っています。すでに α7R5 や α6700 でできるようになっていたことですが、α1-2 というフラッグシップ機にも実装されて、1台で様々な被写体を写真でも動画でも上質に撮ることができるようになってほっとしています。動画撮影時における被写体認識 AF は AI プロセッシングユニットがそもそも α1 には実装されていなかったので無理だったのかもしれませんが、
動画撮影中に動物の瞳をトラッキングさせることはやってほしかったなと思っています。100万円のフラッグシップ機の実装しぶりは一体何だったんだろうか。価格が3分の1や4分の1の買いモデルには実装したのにと、がっかり感を今でも感じています。いびつな性能下克上がアルファシリーズのフラッグシップ機との関係ですぐにまた起きないことを心から願っています。本当に願っています。さて、この α1-2 を手にした私がどのような被写体を撮って楽しむことになるのでしょうか。約5010万画素という数字では α7R4 や α7R5 の約6100万画素には及びませんが、それらに匹敵する非常に高解像な写真を楽しむことができることは全モデルの α1 の時から十分に感じていたところです。今回もお気に入りの白樺ラインダンスをカラマツの紅葉と一緒に撮ってみました。いつものようにこの赤枠の部分を拡大してみましょう。4K で視聴いただいているとおよそ等倍になります。ちょうど良い時期に撮影していたのかもしれません。白樺の落葉が進んでいて、それぞれの白樺にわずかに葉を残すだけになっています。それだからこそよく改造している写真の中に一枚一枚の葉っぱがそこにあるということが見えてきます。もちろん高解像を得るためにはレンズの良さも必要で、カメラとは車輪の両輪のように働いてくれます。α1-2 は α のレンズ群の中でも最高峰の G マスターレンズの性能を引き出してくれるカメラと言えるでしょう。もちろん野生動物撮影にも使います。α1 から α1-2 への進化の中で嬉しいことの一つに、キネズミことエゾリスへの認識能力アップが挙げられます。カサコソカサコソと木の幹でかくれんぼをするように顔を出す瞬間からまたシュッといなくなるまでの間は本当に短いのです。その時の彼らの表情や仕草の愛くるしさ、そこに素敵な光が当たった時の宝物のような瞬間を映し止められる可能性をこのカメラは格段に向上させてくれています。公式のウェブやカタログに表記されている一部の草食動物、小動物の瞳を認識しやすくなりましたの一部の草食動物の一つにエゾシカがあります。かつては遠くなって小さく見える時の瞳検出がかなり厳しかったり、夏毛のエゾシカたちの瞳の検出も厳しかったりしていたのですが、α1-2 になってからそういった心配がなくなったなという印象があります。高画素の恩恵もあるのか、エゾシカが多少遠くにいて小さく見えていたとしても、これまでとは比べ物にならない認識能力を見せてくれるようになっています。α1 から α1-2 へのオートフォーカスの進化の中で飛躍的に向上したのが鳥への認識性能。前のモデルの α1 から 50% も認識性能が上がっているのですから、これは嬉しいものです。エゾフクロウの羽の模様は木の幹の柄と似ていて認識が難しそうにも思えますが、この辺りは α7R5 や α6700 と同じようにほぼ間違えることなく認識をしてくれています。他の様々な鳥で試して楽しみたいものです。さあ、飛行機はどうでしょうか。大雪山十勝岳連峰を背にして旭川空港へアプローチしている機体を狙ったのがこの1枚です。飛行機を撮影することも仕事にしている立場からすると、オートフォーカスが飛行機を認識してくれて飛行機全体だけでなく、狙えるならコックピットの窓がある機種部分にピントを合わせてくれるというのですから、これはとても嬉しいです。被写体認識 AF が実装される前は、飛行機の機種部分やトラッキングがしやすそうなコントラスト差が大きな部分を指定してトラッキングさせるという一手間があったのですが、これがなくなって、不意にピント位置が被写体の後ろに抜けて失敗することもほぼゼロに近づいているなということを感じます。こちらは晩秋の帯広空港での1枚。羽田空港からの朝一便が到着しました。この時 300mm や 400mm の超望遠レンズで撮影したかったのですが、持ち出していたのは 70-200mm のレンズ。こんな時は約5010万画素という α1-2 の超高画素を生かして APS-C モードでクロップして撮影をするというのも一つの方法だと思います。レンズ側のボタンに APS-C サイズにクロップする機能を割り当てておくとスムーズに切り替えができるのでおすすめです。APS-C サイズにクロップしても長辺5616ピクセル、画素数でいうと約2160万画素を得ることができます。また、α1-2 はこの APS-C モードを使用している時でも、位相差測距点数に変わりがないという点で安心感があります。
フルサイズで撮影しておいて後にトリミングをする方法だけでなく、撮影時にアウトプットする時の画角に近いクロップをして撮影してしまうのも、撮影時と表現時を近づける効果があって、よりダイレクトな表現方法として魅力があります。ここからは α1 をお使いの方々に向けて、新モデルを導入すべきかどうかを検討する際のポイントを整理してみましょう。被写体認識 AF が搭載されたことや、プリ撮影機能が搭載されたことはここまで見てきた通りです。これだけでも十分魅力的です。他にも私が気になったポイントをお話ししましょう。まずノイズのこと、これは重要なポイントです。α1-2 を紹介するソニーの公式ウェブによると、中高感度において気兼ねなく屋外スポーツなどクリアな画像で撮影できますとあるんですね。これは一体どういう意味なのでしょうか。これを説明する写真や図がソニーの公式ウェブにはないので、簡単な実験をしてみました。こちらはいつもの YouTube を収録している机にいるキツネ。このキツネを α1 と α1-2 で ISO 感度を変えながら撮影をして、ノイズに違いがあるのかを見てみましょう。公式ウェブでは中高感度と表記されているので、 ISO800 から ISO12800 で比較をしてみました。野生動物撮影ではよく使う ISO 感度なので、この領域でもし差が出てくるとなるととても嬉しいですよね。α1 と α1-2 のそれぞれでできる限り条件を揃えて撮影をして、そこで得られた JPEG 取って出しの写真を用いて比較します。向かって左側の耳の部分を拡大してみましょう。ISO800 での比較です。左側に α1、右側に α1-2 です。ISO1600、ISO3200、ISO6400、ISO12800。もう一度見ておきましょう。ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400、ISO12800。ISO800 では大きな差があまりないようにも感じますが、どうでしょう。ISO1600 から少し差が見えてくる印象があります。ISO3200、ISO6400 で見えるノイズ差は、ロー現像の時にノイズ処理をしながらもう少しだけノイズを減らしたいな、でもノイズを減らすとのっぺりしちゃうかな、うまく減らせたらいいなと躊躇したり逡巡したりするような差に広がっているなと思います。これは嬉しい進化ですよね。次に操作性の進化も見ておきましょう。α1-2 では新設計のグリップと追加されたカスタムボタン C5 によって長時間の撮影でも快適性が向上しています。これは私も実感しています。また操作系が直感的になって設定変更のスピードも速くなったなという印象があります。動画と静止画を切り替えるスイッチも便利です。背面のディスプレイはチルト式から4軸マルチアングル式に進化しています。チルト式に加えて横開きバリアングル式の両モニターの利便性を兼ね備えている方式。確かに横開きバリアングルがあったら楽だなというシーンもありますが、超望遠レンズでの野生動物撮影時にディスプレイが横開きバリアングル式になっていると、被写体の目線の高さで低い位置で捉えたいときにチルト式でディスプレイを展開する場合に比べてほんのわずかとはいえ手間と時間がかかってしまいます。そこから被写体を探すのも軸がずれていて時間がかかってしまうんですね。でもこのほんのわずかな時間に撮れるか撮れないかが決まることが少なくないのが野生動物撮影なんです。一度でも真剣にやってみればすぐにわかることなのですが、これは気合や根性、猛特訓や慣れなんかではどうにもならないことなんです。この問題が両方の利便性を兼ね備える仕組みで解決されていてとても嬉しいです。アイピースカップも進化していて、標準のアイピースカップだけではなく柔らかくて肉厚な深いモデルも付属しています。外部からの光を効果的に遮断することでより視認性を高めてくれるという印象があります。裸眼での使用時に大きな効果があったなと思います。
メガネを使用しての接眼時の印象は、メガネのフレームやレンズの形状によって左右される部分があるような気がしています。2種類のメガネで試してみたのですが、深い方が良かったり、標準の方が良かったりと、ちょっとね、メガネを使っているユーザーは、お使いのメガネに合わせて選ぶと良さそうかなと思います。より快適な体験ができそうなアイピースカップを選ぶことができるというソニーのユーザーへの配慮が嬉しいです。2個の Z バッテリーを急速充電できるバッテリーチャージャーも付属していました。これは新しいです。30W 以上の給電ができる USB PD があると、2つの Z バッテリーへの同時充電もできて、その充電時間は155分。以前は複数の Z バッテリーへの急速充電のために、このような大きなバッテリーチャージャーを使っていたので、このコンパクトさは嬉しいです。他にもグリップの形状がより握りやすい形になっていたり、シャッターボタンも自然な角度で押し込めるように調整されただけでなく、レリースタイムラグが選択可能になっています。先ほども触れましたが、α9-3 の時から搭載されているカスタムボタンの C5 も装備されています。最近は通常時に20コマ毎秒の連射をしているのですが、ここに今は30コマ毎秒のブースト機能を割り当てています。今回ご紹介している α1-2 は、その発表時こそあまり進化がないのではとも言われていましたが、こうやって見ると素敵な瞬間を映し止めるために多くの進化をしているということができるでしょう。他にも様々な点で進化をしている新モデルの α1-2 は、従来の α1 ユーザーにも新たな可能性を提供する素直な進化を遂げた魅力的なモデルということができると思います。今回はソニーの α1-2 の進化した性能とその魅力についてお話をしてきました。このカメラは手にしたすべての人々へ新しい写真表現の可能性を提供してくれる素晴らしいツールだと思います。特にオートフォーカスの進化やブラックアウトフリー撮影、プリ撮影機能など、これまで以上に撮影する人の自由度を広げる技術が詰め込まれています。ぜひ全国のソニーストアや量販店などで一度手に取って、その進化と α1 を手にした時に期待できそうな新たな写真表現を想像しながら体験してみてください。今回の内容が皆様の写真表現活動に少しでも役立てば幸いです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。この内容が役に立った、もっと学びたいという方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた。